洋服を作ってみたいけど、習いに行く時間もないし、独学は不安。そんな私が通信講座だけで洋裁を学び、1年分のカリキュラムを7ヶ月で修了しました。この動画は PR ではなく、自費で受講した正直レビューです。実際に作った作品や提出課題、受講して感じたメリット、正直な感想をお話ししていきます。受講した理由。まずは、どうしてこの講座を受けようと思ったのか、受講を決めたきっかけをお話ししますね。私がこの講座を選んだ理由は大きく4つあります。1つ目は、独学だけだとどうしても自己流になってしまうので、基礎からしっかり学び直したかったこと。2つ目は、テキストや型紙などの教材が一式揃っていて、家にいながらすぐに始められる手軽さに魅力を感じたこと。3つ目は、頑張った証として修了証がもらえる点。形に残るものがあると、モチベーションも上がると思ったからです。そして4つ目は、ファブリック調や実物大の型紙、待ち針など、実用的な特典がついていたことです。中でもファブリック調は、生地選びの参考になりそうで、とても魅力的に感じました。正直、この特典が決め手になって、資料請求してすぐに申し込みました。ちなみに、私が受講した日本防具社のホームソーイング通信講座は、受講料が税込みで2743円。期間は1年間で、その間に6点の課題提出があります。課題は順番に進めていく形式で、初心者でも無理なくステップアップできる内容でした。私が実際にスタートしたのは、令和4年12月。そしてすべての課題を終えて終了したのが令和5年7月でした。約7ヶ月間、自分のペースで少しずつ進めることができました。同じように通信講座を検討している方の参考になれば嬉しいです。講座内容と教材紹介。防具社のホームソーイング通信講座は、初心者でもステップアップしやすいように、手縫いからミシン縫い、小物から洋服へと段階的に学べるカリキュラムになっています。テキストには大きな写真とイラストがたくさん使われていて、文章を読むのが苦手な方でも安心。さらに、ピンクッション用の材料や6種類の実物大の型紙もセットになっていて、すぐに実践に取り掛かれるのが大きなポイントでした。また、動画レッスンも充実していて、テキストだけでは分かりづらい部分も講師の動きを見ながら理解できたのが本当に助かりました。作品紹介と課題提出の流れ。この講座の課題提出には順番が決まっていて、まずは簡単な小物からスタートします。最初のアームピンクッションでは、材料に入っていた厚紙の存在に気づかず、家にあった段ボールで代用してしまうという失敗も。作り終えたアームピンクッションは、腕のサイズに合わせてリボンを調整して使っています。課題が完成したら、作品と記録ノートを郵送。添削ノートが返ってきた後、次の課題に進みました。続いて鍋つかみでは、もっとふんわりしたキルティング生地を選べばよかったなと、素材選びの重要さを実感しました。鍋つかみは友達が欲しいというのでプレゼントしました。この課題も提出後に丁寧な添削コメントが届き、それをもとに次のバッグ制作へと進みました。バッグ作りではハンドルの位置を間違えたりもしましたが、完成した時の喜びはひとしおでした。自分の手で形になったという達成感は何度味わっても嬉しいものです。次はいよいよ洋服作りでスカートかパンツか選べます。課題提出用にはパンツを選びました。
ポケット付けの工程は緊張しましたが、思っていた以上に綺麗に縫うことができ、自信につながりました。この課題で使用した型紙がとても良かったので、別の素材でもう3本作りました。履き心地が良く、デザインも可愛いので、褒められパンツとして大活躍、とても気に入っています。ちなみに、スカートも作って履いてみましたが、少しルームウェアっぽい雰囲気で、外出には向かないかな、という印象でした。次の洋服課題のチュニックでは、袖をつけるのにかなり苦戦しましたが、写真付きのわかりやすい解説に助けられて、綺麗に仕上げることができました。チュニックは夏に着用。涼しくて着心地も良く、実際に着るたびに頑張ってよかったなと思います。袖付けの反省も記録ノートに書き、添削のコメントと一緒に振り返りました。作品の完成度について講師からもコメントをいただき、自信がついた状態でブラウスに挑戦しました。最後の課題となるブラウス制作では、前襟合わせが難しく、ダーツもずれてしまいましたが、それでも完成させた時の達成感はひとしおでした。このブラウスは、きちんとした場所に着ていける一枚として、とても重宝しています。最後の課題ということもあり、提出する際はこれまで以上に緊張しましたが、添削ノートにはこれまでの取り組みを振り返るような講師からの温かい総評が書かれていて、本当に励みになりました。修了証紹介と達成感。すべての課題を終えた後は、やりきったという達成感とともに、修了証の到着を心待ちにしていました。そして手元に届いた瞬間、努力が形になったことを実感し、本当に嬉しかったです。自分の名前が入った証書を見て、続けてよかったと心から思いました。受講してよかった点、改善点。実際に受講してみて良かった点はたくさんあります。洋服の型紙は流行に左右されず簡単に作れて外にも着ていける。生地違いで何枚も作れること。小物から洋服へと自然にステップアップできるカリキュラム構成。わかりやすいテキストと動画の組み合わせ。そして、講師からの温かい添削コメントが大きな励みになったこと。正直な感想では、課題を郵送するたびに送料がかかるので、合計4回分、その都度負担しないといけません。課題はこんな風に、レターパックに必要書類と作品をまとめて入れて郵送しました。画像が実際に私が送った時の梱包例です。改善点は、スマホやアプリで提出できると、もっと手軽で続けやすいのにな、と思いました。これから受講を検討している方へ。ホームソーイング通信講座は、忙しい方や独学に不安を感じている方でも、無理なく自分のペースで続けられる、とても魅力的な講座です。趣味としてソーイングを深めたい方はもちろん、将来は自分で作った服を楽しみたいという方にもぴったりだと思います。私自身も独学では身につけにくかった基礎や技術にしっかり向き合えたことで大きな自信と達成感を得ることができました。この講座がきっかけで自分自身の成長を実感できたので、興味のある方にとって少しでも参考になれば嬉しいです。最後まで見てくださってありがとうございます。いいねやチャンネル登録してもらえるとすごく励みになります。また次の動画でお会いしましょう。